こんにちは、マムサチコです。ずんだもんです。今日はずんだもんと一緒です。よろしくなのだ。沖ノ島に行くのに、沖徳乗船券っていうアプリを使ってんけど、どんなアプリなのだ？沖ノ島で宿泊して、アクティビティ参加して、行きしのフェリーに乗ったら、帰りのフェリー代が無料になるねん。無料ってすごすぎるのだ。無料っていい言葉やんな。でもどうやってそのアプリは使うのだ？出発当日にはフェリーに乗る前に QR コードをアプリでスキャンしてスタンプをゲットせなあかんねん。忘れそうなのだ。無料のためには頑張らなあかんで。スタンプを集めるとかなんかゲームみたいで楽しそうなのだ。次に荷物の準備についてやねんけど、3泊4日やったから荷物は何を持っていくか悩んだわ。それにネット通販で頼んだスーツケースが出発当日の朝に届いてかなり焦ったで。お、それはギリギリだったのだ。間に合ってよかったけどドキドキするのだ。あとネットで見たストローを使った便利グッズ作ってみてんで。何を作ったのだ？ヘアアイロンの熱でストローの端を止めたら使い捨ての容器が簡単にできるっていうやつです。変わったことをやってるのだ。何でもやってみないとわからへんやん。で、どうだったのだ？簡単ちゃうかったわ。やる気の割には諦めも早いのだ。なかなかくっつかへんし、暑いし、絵柄が汚らしいのだ。後で漏れてきたし。百聞は一見にしかずなのだ。そうなのだ。夜行バスに乗るまでの時間は、駅ビルの中のベンチで時間を潰しました。どうしてベンチで時間つぶししたのだ？喫茶店代もったいないからな。ケチなのだ。なんか言った？何も言ってないのだ。夜行バスは座席に顔を隠せる仕切りもついてて、お、それは快適そうなのだ。まるでプライベート空間なのだ。そうやねんけど、USB ケーブルだけを手荷物に入れててんけど、充電器がコンセント式やったから、バスの中で充電できへんかってん。充電なくなったらまずいから、約5時間、バスの中で音楽聴かれへんかってんで。はあ、それは痛いミスなのだ。案外、抜けてるのだ。なんか、いちいち引っかかること言うてへん？朝5時前にバスが松江駅近くに到着したんやけど、駅前やのにコンビニ以外は周りは真っ暗やったで。新聞配達の時間なのだ。なんか想像以上に真っ暗で、街灯もほとんどなくって、人もほとんど通らなくって。田舎を甘く見るなよ。それで Google マップで24時間営業のレストラン探して案内してもらってんな。暗闇から海鳥の鳴き声がしてきて、むちゃくちゃ怖かったわ。海の方？それ、暗闇で行くなんてホラーじゃないか。怖すぎるのだ。本当にホラーゲームのリアル版やって感じやったで。ファミレスの看板の光が見えたときは、セーブポイント見つけた気分やったわ。レストランはどうだったのだ？いい感じのレストランやったで。モーニングセット328円で、ドリンクバー付き。328円でモーニング？それは安いのだ。さらに、各テーブルには充電用のコンセントもあって、やっとスマホを充電できたわ。スマホの H キーもなくなっていたら、ほんまにゲームオーバーになるところやったわ。無事についてよかったのだ。そこで7時まで時間を潰してバスに乗るために
松江駅に行きました。40分くらいバスに乗って、やっとフェリー乗り場に着いてんけど、ここまでで大阪出てから8時間半かかってます。フェリーで爆睡なのだ。フェリーには2等室の雑魚寝スペースがあってんけど、天気が良かったから甲板で過ごすことにしてん。外の風が気持ちよくって、ベンチでうとうとしながら2時間半の船旅を楽しめたで。甲板でのんびり、それってチルタイムなのだ。チルタイムって何？チルタイムを知らないのか？それ、何語？リラックスしてのんびり過ごす時間のことなのだ。へえ。オバタリアンには今の日本語がわからへんわ。オバタリアンって何なのだ？ちょっと気になるのだ。1980年代くらいに流行った言葉やで。中年女性のことやで。へえ、そんな言葉があるなんて知らなかったのだ。なんか、いちいち嫌味に聞こえるねんな。沖ノ島に着いてからのことは他の動画で紹介してるから、そっちも見てもらえたら嬉しいです。帰りは境港にも行きました。どうして境港に行ったのだ？境港駅にはゲゲゲの鬼太郎で有名な水木しげるロードがあるねんで。妖怪のモニュメントがライトアップされてて幻想的やったで。妖怪たちが光ってる？なんだか不気味だけど面白そうなのだ。でも夕方6時ぐらいやってんけど、お店はほとんど閉まってて、人通りも少なくて寂しかったわ。もう少し賑わってると思ってたから、ちょっと驚いたわ。妖怪の街だから静かでも逆に雰囲気があって良いのかもなのだ。そうかもね。境港駅から目玉親父列車に乗って、夜行バスに乗るために米子駅に行きました。この列車は外装も内装も目玉親父一色でした。目玉親父一色？それはちょっとシュールなのだ。外は真っ暗な景色が続いてて、まるで妖怪ワールドに迷い込んだような気分やったよ。それ、まさに妖怪体験なのだ。僕も乗ってみたいのだ。米子駅に到着してから、駅の北側にあるバーのアミっていうところで時間を潰しました。僕ならカラオケ行くのだ。カラオケで時間を潰す方が落ち着いて過ごせそうやね。一人でカラオケは平気なのか？一人でカラオケは時々行くよ。どんな曲を歌うのだ？竹内まりや、松田聖子、中森明菜、アンリー。シティポップなのだ。年齢がね、翌朝は朝の5時半に大阪に到着してんけど、大阪は電気が明るくて松江駅と全然違ったわ。旅の終わりも最後まで楽しめてよかったのだ。今回の旅を振り返ってみると、大阪から沖ノ島までが11時間半で、沖ノ島から大阪までが約20時間かかったわ。年齢的にはきついのだ。次回は飛行機で楽に行こうかな。それが一番快適なのだ。これからも旅や私の日本での生活や料理のコンテンツを2週間ごとに公開していくので、チャンネル登録、いいねお願いします。3日に1回は日本についてのクイズもあるから、お知らせも来るようにベルマーク押しといてね。コメントも待ってるのだ。一緒に楽しもうなのだ。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。